ちは、ジュリです。はい、ジュリフルデイズシーズン3が始まったんですけど、シーズン1と2でデビューをしたその韓国の K-POP アイドルのルーティーンとか、その歌番組のスケジュールとかいろいろジュリフルデイズで紹介してきたと思うんですけど、シーズン3のエピソード1ではなんとK-POP アイドルが絶対に通る道である練習生のルーティンを今日は紹介したいと思います。で、皆さんは K-POP アイドルの練習生のイメージってどういう感じですかね。私は日本のアイドルをやってた時とかは練習生っていう制度っていうか、そのデビューするための準備期間っていうのがなかったので、韓国の K-POP アイドルならではの文化みたいな、多分びっくりする情報っていうかびっくりすることとかもきっとたくさんあると思うので、今日一日私と練習生の一日を過ごしてぜひ楽しんでください。今朝の9時半です。一番最初にそのレッスンが始まるのが10時なので、9時半に到着して、まず最初にやることは、はい、これ練習生はダメです。なんで早速あるところに一緒に行きましょう。今その練習生を管理するスタッフの皆さんの部屋に来ました。で、ここで iPhone を預ける、しょうがないんでね、今日は皆さんと練習生の一日を過ごすと決めたので、ここにボックスがあるんですよ。で、ここに入れてバイバイ。あ、ちょっと待って、ママにだけ連絡しよう。ここからまあ14時間練習、そのスケジュールがあるんで、練習生のなんでママにも連絡して、今日は返信できないよって。14時間友達にもね、ごめんねみんな、さらばだ私の iPhone。 ということで10時から私は一番最初に何があったかというと、韓国語のレッスンがありました。なんでこのロッカーから、この韓国語の教材と、でこのノート、あとはボールペンで韓国人の先生と一緒に授業をするんで、とりあえず行きますか。もう時間がないんで。その K-POP アイドルって語学がすごく重要で、グローバルに活動するために練習生の時は英語、中国語、韓国語、日本語、この4つが多分メインだと思うんですけど、たくさんいろんな会社で、私はデビューのために韓国語を猛スピードで、もう毎日でしたね。1週間毎日朝の10時に韓国語のレッスンをしてたんですけど、本当にポイントの単語とか覚えた単語だけメモするっていう感じで、とにかく先生と会話がすることが一番大事で、私の場合はそのバラエティとかインタビューの質問に答えられるようなデビューに必要なものだけを集中的に勉強するって感じでしたね。今日も韓国の先生が来るんですけど、メモはそんなに多くしないで、ひたすら先生と会話をするっていう楽しい時間です。では、来るかな。頑張ります。ファイティング。韓国語の授業終わりました。1時間半ぐらいかな。韓国語の授業終わって、次今11時半なんですけど、ここでストレッチと軽い筋トレと、それ終わったらちょっとご飯食べて、次のそのボーカルのレッスンが次入ってるので、そのためにその発声練習とかそういう準備をしていきます。そうだ、ここで紹介しよう。その練習生って基本そのメイクをしてることとか、例えばピアスとか、あとアクセサリーとか、そういうのは全然どうでもいいんですけど、体型が見える服を着るっていうのは多分どこの練習生も同じだと思うんですけど、こんな感じでそのスキニー、足とかウエストとか半袖、その体型が見える服を常に着とくっていうのが練習生の暗黙のルールみたいな感じでした。なんで今日は私もその練習生の時を意識したファッションを
ファッションっていうか練習着を着てきました。じゃあストレッチとかいろいろしていきます。はい、朝韓国語のレッスンして、今ストレッチと軽い筋トレ終わって、13時から、次ボーカルのレッスンがあるので、それまでに軽食を取ります。で、今日のメニューはじゃーん、シャインマスカットとグリークヨーグルト。今日朝コンビニ行ってマネージャーさんと買ってきたシャインマスカット大好き。なんかほろがやる。はい、ボーカルのレッスンの時はこのピアノとスピーカー、パソコンと自分が練習してる歌詞を持って韓国の先生と一緒にレッスンしていきます。じゃあ先生を待って、今1時ちょっと前なんですけど、ボーカルレッスン頑張りたいと思います。ボーカルレッスン終わり。ボーカルレッスンが終わったんですけど、6時から団体練習があるので、とりあえず今2時から5時までの3時間何をするかというと、個人練習です。練習生にある月末評価、ウォルマルピョンカっていう、その代表とか理事の人とか会社の偉い人たちの前で歌とかを踊んないといけないんですけど、歌とかダンスとか。なんでその練習です。その練習と、あと韓国語の授業をしたじゃないですか。で、その時に宿題が必ず与えられるんですよ。その宿題をやることと、月末評価の個人練習をすることと、あとそのボーカルで先生に言われたことを今忘れないうちに全部メモして練習してっていうのを、まあ3時間時間があるっていう感じで今からやっていきたいと思います。例えばでね、先生にね、宿題こんな感じで今ノート、今日学んだ単語とかのノートをまとめ終わりました。これは歌詞ですね、ボーカルの。宿題もしっかりやってノートもまとめてって感じです。チャレッサー Burning sails and napalm sky Ocean noise いっていって個人練習3時間、みっちり宿題とかも全部終わらして月末評価の練習もして、今5時なんで、レッスンとかの時は先生が時間いろいろ調整してくれるけど、こういう時 iPhone がない時はパソコンの時計を見て時間を確認して、でも5時なんで夜ご飯を食べたいと思います。夜ご飯はここにサラダが届いています。今日は練習生私だけなんで、私分のサラダでみんなで5時にご飯を食べるっていう感じです。じゃあ行きますか。わー、6時から団体練習があるから、団体練習からめっちゃハードになるんで、なんで今この1時間はまあサラダ食べたり寝たりします。でちょっと寝ます。私はここで睡眠を取らないと死ぬんで。ではお休みしたいと思います。寝坊しちゃわない？ 1 時間でぴったり起きれるって心配になったと思うんですけど、当時練習生の時は、30分したら起こしてとかメンバー同士で約束し合って、アラームないんで起こしてたりして、あとそもそもジュリーは
まあ20分とかで自然に起きるんですよね。なんかそういう感じだったんで、体内時計なんで大丈夫です。おやすみなさい。あ、間違えた。間違えた。30分ぐらい寝た。あと30分後に団体の練習が始まるんで、ここでカロリー注入のサラダ。でもこれめっちゃエナジーあるサラダです。フンジェオリが日本語でなんだろう。フンジェオリサラダ。フンジェオリなんかのお肉なんですけど、多分かもオリってなんだろう。まあ、とにかくいただきます。6時です。はい、今みんなストレッチしてるんですけど、まあ、各自そのボーカルとかのレッスンとかも終わって、これから6時から9時まで団体練習です。で、その団体練習ではチームの一体感を出すためにステージで、なのでそのデビューが決まったメンバーだけで練習をデビュー前にどんどんしていくんですけど、基本の振り付けの基本の技術から月末評価があるって言ったじゃないですか。で、その月末評価の課題の曲までをみっちりこの毎日何時間もかけて練習をしていきます。で、振り付けの部分は、個人練習でみんな覚えてきてるので、この部分ではみっちりディティールを合わせる作業に入っていきます。なので今日も団体練習は集中して夜9時までやっていきたいと思います。3時間の団体練習が今終わって、次の練習があるんですけど、今9時です。時間はこのハンドポン iPhone が来たんですけど、これは自分のじゃなくてマネージャーさんのです。なぜかというと、これからその K-POP アイドルのチッケムわかりますか？歌番組の時にこう撮られるカメラがあるんですよ。その人だけを追うカメラっていうのがあって、その表情だけを撮って、その表情とかを見て、まあチッケムの練習っていうんですかね。こうやって見えるじゃないですか。この映像をマネージャーさんたちも見るし、まあ、自分たちにもその家帰ったら送られて、そのチッケムの練習、そのどれだけ研究生の時にその表情がなんだろう硬いか、なんかそういうのを知るためにこうやって練習をします。10時まで頑張りたいと思います。さすがに久しぶりの練習生の一日は本当にきついですね。イエーイ。今日全部の団体練習とかレッスンとかは終わって、ただいまの時間が22時、夜の10時です。中学生の練習生の子たちは帰宅ですね。このタイミングで22時帰ります。私とかお姉ちゃんのだったので、ここからあと1時間半、22時半ぐらいまで自由練習をしていきます。その内容は、まあ、今日ダメだったところとか、今日やったところが明日完璧じゃないといけないので、その練習をしていきたいと思います。この大きい練習室はマイクを使って練習ができるので、いろんな曲をマイク使って練習していました。じゃあ今日最後の1時間半の練習頑張りたいと思います。ファイリンファイリン
ぱり髪の毛がめっちゃ落ちてる。ここ女の子の練習生の部屋なんですけど、だから髪の毛が本当にやばいよね。頑張ったね、練習室も。今日も私たちと頑張ってくれた練習室。ソヒだけいない。ソヒどこにいる？ソヒ練習してるまだ。じゃあ今日もお疲れ様でした。今12時前ですね。帰宅の準備をしてこれから iPhone を受け取って家に向かっていくんですけど、まだやることが一つ残ってるので皆さんまだ見ててください。はい、ここで iPhone を受け取ったので iPhone 持って帰っていきたいと思います。じゃあお家で会いましょう。お家に着きました。で終わりじゃないんです。SNS を更新するじゃないですか。それがデビューをしたらファンの方に向けて、それもちゃんと練習生の時に練習しています。まだなんかファンっていう存在がいなくてもいるっていうのを想像して、今から写真とその一日の日記 SNS を更新することをしますよ。ちなみにただいまのお時間が、夜の0時です。これが最後です。でも写真はこのジュリフルデイズにしよう。何でもいいんですよ。これは公開されない日記なので、それで送りました。韓国語で。はい、ということで今日は一日私の練習生のルーティンを紹介するという動画終わりました。このルーティンを私は 3,4 ヶ月間やって、デビューをしました。私はその外国人だし、そのデビューが決まっている状態で練習生をするっていうことだったので、本当に私の練習生のスタイルだから、これがみんなそうですよ、K-POP アイドルみんながそうですよじゃないんですけど、でも基本的なことはそうだ、なんか一緒だと思います。その時間帯とかは違くても。なんで今日どうでしたか？楽しかったですか？不思議でしたか？将来K-POPアイドルになる皆さん必ず通る道なので頑張ってください。すごくいい情報になれたらなって、楽しい動画になっていたらなと思います、皆さんにとって。では来週からもジュリフルデイズ見てください。まだ私たちロケットパンチのチャンネル登録してない方はチャンネル登録ぜひしてください。お願いします。それでは今日はお疲れ様でした。声やばい。じゃあ来週また会いましょう。バイバーイ。